こんにちは。これもね、なんか、やってみようって言ってくださった方がいたからちょっとお伝えしようかなと思うんだけど、朝、旦那さんが起きてきた瞬間に朝ごはんを作り始めて、旦那さんが洗面とかトイレとか済ました段階では、ちゃんと机の上に並んでる。で、私は旦那さんの前に座っているという状態を作っておきたくて、それは旦那さんがそうやっておしゃべりしながら朝ごはん食べるの大好きだからさ、彼の一日の栄養源みたいな感じだから、そうしておきたいなって思ってるわけ。で、旦那さんが起きる時までが私の機嫌をちゃんと調整する勝負だっていうふうにいつも思ってるんだけど、でもさ、たまにさ、おはようございますっていうふうにして、旦那さんが起きてきた時にさ、早いって思う時あるじゃん。いや、今ですかみたいな時に、そのムードみたいなところを自分の声で波動調整をしているんだけど、これは、私の好みでそうやってるからみんなに適用できるかどうかわかんないんだけど、自分の中でこういうふうなことやったりとか、あれを読んで、ははっていう時に、旦那さんがちょっと早いなって思ってきた時に、心からのおはようって言うと、その愛のバイブレーションで自分の内臓から全部がすごい共振するわけ。で、自分の声で波動が変わっちゃうの。おはようで。だからね、ほんとこれは、いつも意識しているし、子供が起きた時とかも、おはようって言ってんの。これは、相手のおはようでもあるし、自分の世界をすごく心地のいい旋律にしておく。その一声での調整みたいなのをしている。そうね。そう。あと、そういうふうに、日常で、これをやりたいな、みたいなことを、いつも縦軸で深くやっていくと、いろんなことをやるタイミングとか、今やりたいっていうのが、ポコポコ現れるわけ。なので、参加者の方が、自分の波を待つためにカフェに行ったりとかご機嫌にしようっていうふうにして思っていたけど、もちろんそれもいいんだけど、でも日常生活でもっとやれますねっていう話をしてくれててさ、そうなの、もっとやれるの。もっとやれるっていうかさ、例えば、私カフェに行ったりとかして、すっごいノリノリでかけたりとか、配信ができたりっていう時もあれば、隣のカップルの、おしゃべりとかが気になってさ、こっちに集中できなかったりとかっていうのもあるじゃん。で、それもその人の想像だし、私も私の想像なので、それは好きにやってよって言いたいからさ、カフェでいつも自分の好みのものが調整できるというわけじゃないっていうのは分かってるわけ。でも、ルーティーンっていう日常生活には強みがあって、家というのはもう最強の素材集なんだよね。なので、すごくこの家での日常というのがエネルギーを上げていく、縦軸に入っていくのに、とてもやりやすい。で、あと例えば、ネットスーパーのものを入れるとか片付けるとかっていうのも、早くスッキリした状態になりたいから、自分を幸せにしたいから、早くやりたいって思ってやってましたっていう人もいて、で、その気持ちもすごいわかるし、私も、スッキリしたいって思ってるわけ。でも、スッキリするという夢に向かう一秒一秒を至福で過ごしたいって思っていて、スッキリするために、忌々しい手の動かし方をすると、結局スッキリしても他のことが気になったりする世界が広がっていくというのをさ、何回も体験してるからさ。そのスッキリするという目標に向かって1秒たりとも無駄にならない、この1秒でスパンって終わったとしても後悔がないぐらいの幸せでいたいと思っている。暮らしが楽しくなってきた。嬉しいなぁ。ありがとうございます。そう言ってもらえるのが本当に嬉しい。そうだね。本当そうだね。
ああ、だから私はカフェより家が好きなんだ。いつも自分といたいから家にいることを選んでいることに気づきました。本当に自分とみっちり会話ができるし、例えばさ、夜食でさ、その質問またお蕎麦と、お肉と、お魚とおにぎりみたいな。でも嫌だっていう時もありますよねとかさ、いろんなご質問もいただいたんだけど、基本何かを言われるじゃない？で、その時に、その日常生活の家事は特に、その自分の中の王との対話なわけだよね。お蕎麦を茹でる、お肉を作る、魚を焼く、おにぎりにするっていうのを一体全体どこからやるのか、どのようにやるのか、器を用意するタイミングは何なのか、お蕎麦の薬味はどうするのか、みたいなことの、王との対話の数は、種類が増えれば増えるほど増えるじゃん。で、もし全員蕎麦で全員ざる蕎麦になったら、その対話の量はもしかしたら6分の1ぐらいになるかもしれないよね。だから私、対話の量多いなみたいな時に、大変だなとか遅くなるのとかっていう気持ちはないことないんだけど、でも対話の量が増えるなっていうのはそれイコール私服が増えるからさ、自分との問いかけの数数が増えるから、ああ、なるほど、みたいなところがあるわけ。ちょっと、そうきましたか。なるほど。いきますよ。みたいな気持ち。うん。で、あと、カノンさんでもそういう、そういう風にもう嫌だよっていう風にして、それは作れないよとか、まとめてとかっていう風に言うことありますかっていう風にして質問があって、で、娘に聞いてみたの。そういうことあるっけって言ったら、ママがそういうこと言ったの聞いたことがないって言われたんだけど、それはさ、いつも私がパーフェクトに答えてますっていうわけで全然なくて、多分、私の中で縦軸に入っている、わーっていうこの気持ちがいい、今ならすべての王との会話をウェルカムで受けれますよっていうムードが娘たちにも伝わっていて、夜食みたいな、お腹が空いたみたいなことが自由に言えるっていう、この次元にいるんだろうね。で、多分私が、いやもう今日くったくたで何もできないですっていう時に、本当に意識って繋がってるから、彼女たちも夜食が食べたいとか、こういうものが食べたいとかっていうんじゃなくて、他のことをして自分たちのことをしている。みたいな世界が広がっていく。で、無理してやったこともないし、断ったこともないんだけど、もう無理だなっていう時にあんまり言われたこともないっていう多分感覚なんだなと思った。でもこれも多分、調整しながら作ってきた世界だから、すべてがもうそういう風にして受けるっていう風にルールを決めてるわけでもないし、断ったって全然もちろんいいよね。ただもしかして今、これ縦軸に入るチャンスかなとか、自分の中の王との対話かなとか、これをしもべに入らず王としてやるのは、だからもう本当に究極の投資試験なんだけどさ、王としてやるっていうチャンスボールかなって思った時に、試したら楽しいのかなって思うんですよね。うん。そうだね。で、例えば、やりかけのものがたくさんあるの。今だってもしパッて家に帰ったら、キッチンのカウンターの上に、娘の防犯ブザーとか、なんとかとかさ、いろいろ置いてあると思うんだけど、それも、すべて、これをどうするかによって、縦軸に入る、私服に行く題材なんだよね。なので、忌々しいものなんもないっていうかさ、で、その題材を使って私服に行くかどうかも私次第みたいな。そういうふうに思っているの。カノンさんは違和感と不快から自分をお守りするパワーが圧倒的でした。ありがとうございます。それがご家族のオーダーに応える余裕にもつながっている気がしました。本当にありがとうございます。本当ね、そうですね。そうしておきたいっていうね。家族のオーダーにびくつく私をもっと成長させたいっていう。この程度じゃもう楽勝なんですけどって言ってたいって思ってます。ありがとね。バイバーイ。